はじめましての方もこんばんは。オープニングのカットを撮る前にブルーアイズを改造してしまって焦って眠れない男ゆちです。実は僕はいつもオープニングは最後に撮っているんですよね。今回は素組みの状態のブルーアイズをかっこよくオープニングに登場させようと思ってたのに、その勢いで今日もオープニングは最後に撮るぜって思ってたら撮り忘れてこのありさまです。初のレビューと塗装の分割だったので多めに見てくれると嬉しいぜ。さて、このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日改造していくのはブルーアイズホワイトドラゴンです。今回のブルーアイズはレビューが終わっているので早速改造や下処理からです。レビューが気になるよって方は前回の動画をチェックしてほしいぜ。さて、改造プランはしっかり用意してきているんだろうな。貴様のためにとっておきのプランを用意してきた。俺は貴様の封印の黄金室からこのカードを呼び覚ます。いでよ、ブルーアイズオルタナイティブホワイトドラゴン。このモンスターはマスターデュエルの待ち受けのカード。今日はこいつを作るぞ遊戯。いいぜカイバー。ならまずは俺のターンからだ。改造行くぜ。まずはボールジョイント。このジョイントは後付けなのだが、いじっていると割と取れやすく、いちいち取ったりつけたりするのがめんどくさいので、ボールジョイントと根元は全て接着。これで安定して動かすことができるぜ。それが終わったら今日のメインフェイズ、合わせ目の処理だぜ。ブルーアイズの特徴的なラインではない部分はいつも通りミスターセメント SP を流し込み、両サイドを押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、粗めのスポンジヤスリから細めのスポンジヤスリで表面を整えていくぜ。さらに尻尾などの尖った造形にはパーツのラインに沿って先端を尖らせるようにヤスリで削っていくぜ。これにより綺麗に尖ったボディになっていくってわけだぜ。だが問題はこの羽の合わせ目処理ということだな、ユウ。そうだぜカイバー。そのために羽を分解し内部の構造を確認していくぜ。よく確認するとダボ穴に羽を固定しているようだが、ならば後はめできるようにハサミでカットしていく。しかしここでトラップが発動するぜ。なんだと。スライドして羽は中に入るようで入らないもの。そこでパーツの内面をヤスリがけをして隙間を大きくし罠外しを発動させていくぜ。この効果により羽をはめられるようになる。準備が整った他のパーツと同様に合わせ目を消していくぜ。さすがの合わせ目処理と言いたいところだが、甘いぞ遊戯。合わせ目をする部分が広いということは、その分うまく溶剤を流し込めず表面処理がガタついているところがある。そんなところにはこのカードタミヤエポキシ造形パテという造園を塗っていくのだ。再びヤスリがけの地獄に苦しむといい遊戯。やるなカイバー。しかししっかり整えていけば合わせ目の部分はより綺麗になっていくぜ。さらに爪の隙間などにはスポンジヤスリが通らない。そんな時には爪楊枝に紙ヤスリを巻きつけヤスリがけをしていくと効果的だぜ。さらに足などの独特な合わせ目には紙ヤスリを畳んでこするといいぜ。だがまだだぞ遊戯。ブルーアイズオルタナイティブホワイトドラゴンといえば美しい青いライン。この青いラインを塗り分けするためにモールドを追加していくのだ。ああ、分かっているぜ。まずシャーペンで軽くラインを描き、そこに合わせてデザインナイフでサウザンドナイフ。軽く溝を作れたらウェーブの高値 0.1mm で溝を深く作っていくぜ。さらに溝を深く掘ることができたら一度ヤスリをかけて表面を整え、今度は 0.2mm の高値でさらに深掘りしていくぜ。最後に再びヤスリがけをすれば模様の完成っていうことだぜ。これを首、腹、羽、尻尾至るところにやっていくぜ。だいたい下処理をしたブルーアイズがこんな感じだ。
やはり色を塗らないとモールドの効果は発揮されないようだな。だがこれで色を塗れば美しいブルーアイズができるぞ。何を勘違いしているんだカイバー。まだ下準備は終わっていないぜ。なんだと、まだ何かあるというのか。ああ、それが軟質製の羽だ。尖った模様を色分けできるようにマスキングを作っていくぜ。用意するのは 0.3mm のプラ板、そこに羽を貼り付けシャーペンでなぞり書きをする。そして作業をしていると擦れて消えてしまう恐れがあるのでマッキーでさらに大雑把になぞっておくぜ。そしてそこに羽を大雑把に置き位置を確認したら羽の模様を描いていくぜ。模様が描けたらハサミでカットすれば完成だが、甘いぞ遊戯。このまま塗装をすれば位置はずれてしまう。塗装の最中に位置がずれないように 2mm の穴を上下2箇所に穴を開けプラ棒で固定できるようにしておくぞ。これで塗装中の大幅なズレはなくなる。これで今度こそ大体の下処理は終了だぞ。一度細かい塵やゴミを洗い流しよく乾燥させるぞ遊戯。ああ、よく乾燥したら塗装行くぜ。まずは俺のターンからだ遊戯。俺はこのガイアマルチプライマーアドバンスを使い塗装の食いつくを良くさせていくぞ。ならばそこにミスターフィニッシングサーフェーサーグレイを使い青いラインを引く部分は灰色に染め上げるぜ。さらにその上にエメラルドグリーンを塗り明るい緑色に塗ったら純色シアンを使い全体をグラデーション塗装していくぜ。そして仕上げにこのプリズムパステルミントグリーンブルーを使い全体を綺麗なメタリックにしていくぜ。さすがの塗装だな遊戯。だがこれでは本当のブルーアイズオルタナイティブホワイトドラゴンの美しさは表現することはできない。俺はさらにこの上に蛍光ブルーを塗装していく。この効果によりブラックライトを当てるとパーツが蛍光色に光る。ちなみに羽をマスキングして塗装をするとこんな感じになる。多少はみ出てしまうがその上から純色シアンを塗ることにより綺麗な羽模様に仕上がるのだ。そうきたかカイバー。なら俺は塗装をよく乾燥させこのマスキングテープを使いブルーの塗装を保護していくぜ。さらにその上から再びミスターフィニッシングサーフェーサーグレイを全体に塗るぜ。何？再びだぞ。これにより次塗るオーラパープルとコバルトバイオレットを融合した青の発色が良くなるぜ。そしてさらに彫りが深い部分には純色シアンをグラデーション塗装していくぜ。ボディを青く染め上げるだと何を考えているんだ遊戯。ここからだぜカイバー。さらにミスターホビーのホワイトパールとガイアノーツのホワイトを融合。このボディの上に薄く塗っていくぜ。だがしかしそれでは青色は消せまい。何を勘違いしているんだカイバー。俺のターンはまだ終わってないぜ。俺は手札からバーサーカーソウル発動。全体が程よく白くなるまで重ね塗りをする。行くぜカイバー。これがあの青いパーツだというのか。美しいぞ。ちなみに塗装する際は縁に少し青を残して塗っていくと綺麗な青みがかったホワイトになるぜ。そして他の口のパーツにはコバルトバイオレット、ローズディープレッド、ピュアブラックを融合させ黒紫色に塗り上げるぜ。さらに目にはプライマリーメタリックを塗りブルーアイズにするぜ。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここでサイクロンを発動させマスキングを除去していくぜ。これだけ大きい面積のマスキングを剥がすときは正直言ってすごく気持ちいいぜ。マスキングを剥がしたらここからは最終調整だぞ。まずはエアブラシで塗りづらかった歯に筆を使いフラットアルミを塗っていく。そして塗った顔がこんな感じになる。美しいぞ。さらに尻尾を動かすと動線は取れやすいため接着剤でがっちり固定。そして塗装が乾燥した羽にはスライドして柔軟素材の羽をはめる前に
このタミヤエポキシ接着剤を入り口に塗り、その後スライドしてはめていくぜ。このタミヤエポキシ接着剤はアロンアルファと違い発火したりせず綺麗に接着するため綺麗な仕上がりになるぜ。そして最後にトップコート、クリアを単体で全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。行くぞ遊戯。俺はこのドラゴンの魂によって新たなしもべを導く。現れよブルーアイズオルタナイティブホワイトドラゴン。いかがだっただろうか。今回のブルーアイズの改造はいい感じに仕上がったのではないでしょうか。今回は前回と同様会話をできるだけ真似しながら掛け合いでプラモを作ってみましたが、いかがだったでしょうか。もしこの掛け合いが気に入ってくれた、もしくはちょっとこいつは微妙だよって思ったらコメントしてほしいぜ。それでは今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。もう一人の僕、相棒。今日はお疲れ様。そんな君にこれをプレゼントしよう。これは、のど飴。ありがとう相棒。いいってことさ。出番が少ないからこれくらいしかやってあげられないけどね。次回は出番もあるかもしれないからね。喉は大事にしてほしいよ。ありがとう相棒。まあでもこの掛け合い動画もこれっきりかもしれないけどな。そう言わずにたくさん買っておいたから大事に使ってよね。たくさん、まさか大事に使ってよね。相棒、大事に使ってよね。はい。季節の変わり目、みんなも風邪に気をつけて喉を大事にな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。